皆様ごきげんよう。サウンドオンで音楽を配信し、収益がどのくらい出るか検証していきたいと思います。まず簡単にサウンドオンの概要を。サウンドオンは、アーティストやレーベルが自分らしく音楽を楽しむための一体型のディストリビューション及びマーケティングプラットフォームです。Spotify や Apple Music を含む世界200以上のダウンロード及びストリーミングプラットフォームへの無料配信を提供しています。サウンドオンの特徴として、他のディストリビューターよりも早く TikTok への配信が可能です。これにより、アーティストは新たなファンとつながりやすくなります。また、TikTok と TikTok Music からのデータや分析を提供し、アーティストの成長をサポートします。さらに、サウンドオンはアーティストが音楽の完全マスター版の所有権を保持しながら、プロモーションツールを利用できる点も魅力です。これにより、アーティストは自分の音楽を最大限に活かすことができます。それでは私の登録や配信状況を説明します。2024年10月25日に登録及びライセンス契約しました。身分証明書類を提出し、失敗して再提出をすることとなり、アカウントが承認されたのが10月29日となります。同日に7曲を配信申請。11月5日に5曲が配信開始となりました。それでは曲の登録方法を簡単に説明します。その前に先に話しておきますが、こちらのサウンドオンは本名情報をそのまま他のプラットフォームに流す恐れがあるので、本名を流されるのが嫌な方は注意が必要です。ログインしましたら、右上にアップロードボタンがありますので、進みます。ちなみに月20曲までしか登録申請ができない制限があります。音源をまずアップロードします。次に TikTok 用の公式音源を15から60秒で作成します。2つくらいはあった方が良いです。オンライントリムで調整するのですが、使いづらいです。中途半端な挿入位置や終了位置にならないよう、何度も聞いて調整しましょう。続いて、タイトルの言語、ジャンル、メインアーティスト、貢献者、制作、技術職など必要箇所を入力していきます。問題なのが、ソングライターの項目です。下部に私が作曲家ですのチェックボタンを入れると、本名情報が連動されているらしく、本名が選ばれてしまいますので、入力が可能であればアーティスト名を入れると良いでしょう。私の場合入力できなく、やむを得ずチェックボタンを選び、申請し、後ほど他のプラットフォームを確認したところ、Apple、Spotify、YouTube、iTunes の4サイトでクレジット情報の作曲者の項目で、本名がもろ出しの状態だったため、おったまげました。サウンドオンに問い合わせたところ、アーティスト名への変更対応をしてくれました。もし、直接入力できない場合は、事前に問い合わせすると良いでしょう。話戻りまして、カバーアートが必要になります。あとはトラック配信の項目を選び、トラック情報は終わりです。続いて、リリース情報です。ここではリリース日を選びます。申請日の1週間後から選択できます。おそらくいっぺんに登録する場合は、リリース日を1日ずつずらした方が良い気がします。とはいえ、サウンドオンの処理の都合で一括で日付関係なく上げられることもありました。そして、プラットフォームの選択です。すべて選択で良いでしょう。はい。どんなところがあるのか順番に見ていきましょう。社内パートナー、TikTok、ドーイン、TikTok Music。外部プラットフォーム、Spotify、Apple、Amazon、YouTube、アンガミー、アワ、クラーロームジカ、ディーザー、ドワンゴ、ファラオプロ、フィジー、グレースノート、アイハートラジオ、ジオサーブン、ジュークス、KK ボックス、クワック、LINE ミュージック、リシウン、モンスターラボ、モラ、MTI、ネットイース、オリコンミー、おととい、パンドラ、コバズ、楽天ミュージック、レコチョク、テンセント、ティダル、タッチチューンズ、プレイネットワーク、トレベル、トリラーセブンデジタル、
Unext、ウィンク、ハンガマ、ヤマハ、UC ミュージック、テルモアミュージック、ジング MP3、バグ、フローミュージック、ジニーミュージック、メロン、カカオミュージック、ネイバーミュージック、バイブ。以上ですね。その他のリリースオプション、出版権など適切な項目を選択しましょう。4番のレビューでこれまでの入力事項が見られます。間違いがなければ送信を押し、申請完了となります。続いて、アナリティクスを見ていきましょう。TikTok の集計は、2日前の1日分の集計が午前0時に反映されているようです。左上の動画と書いてある数字が、曲が動画に使われたカウント。次の視聴の数字は使われた動画が見られた回数。曲が使われた動画のいいねされた数。ということで良いかと思われます。その右、ストリーミングについて。再生回数が外部のプラットフォームで再生された回数。リスナーが曲を再生リストに入れてくれた数。保存回数がダウンロード数。となるのでしょうか。下の方へ行きますと、各トラックタイトル別の集計があります。ちなみに外部プラットフォームの集計が反映されるのは、そのサイトによって違うようです。1週間くらいで反映されるのが YouTube と Amazon、その後パンドラ、その他は見られていないからなのか、2週間経っても反映されていません。さあ、果たして今後どうなっていくでしょうか。現時点で気づいたことをお教えします。最初は、登録曲のジャンルは様々にした方が、どのジャンルがどの国で注目されるか、というのがなんとなく見えてきます。私の場合だと、基本的にはテクノ、ハウス、トランスなどの EDM が本業なのですが、フォーク、クラシック、ムンベ、アンビエント、チル、ロックっぽいものなど、いろいろ登録しました。テクノの楽曲はあまり出来が良いものではなかったのですが、とりあえず登録するとドイツをはじめヨーロッパ諸国で聞かれました。上から順に、ドイツ、インド、スペイン、イタリア、ウクライナ、フランス、ハンガリー、ロシア、ポーランド、ルーマニア。一方、フォークのジャンルが最も聞かれており、リージョンが出ていないので、TikTok で動画を探してみると、中東や東南アジアあたりのユーザーが多く使ってくれているため、その地域の流行りと思われます。ちなみに2024年の TikTok のトレンドジャンルはカントリーだそうです。私の楽曲は正確に言うとアイリッシュフォークみたいな感じです。それが好まれる傾向なのですね。最後に却下される事例です。アンビエントなどリズムばかりの曲調だと却下されるようです。また、曲のタイトルがありきたりだと却下されました。クラシックは iTunes では配信できないと却下されますので、クラシックっぽいものは iTunes での配信を外すことをお勧めします。それでは今回はここまでとします。次回は良い報告ができれば。ご視聴ありがとうございました。